ピリ辛きゅうりを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はピリ辛きゅうりを作りたいと思います。はい、ということで今回はパパッと簡単に作れるきゅうりレシピをご紹介していきます。今回ね、ピリ辛きゅうりということでピリ辛味のさっぱりおかずを作っていくんですけれども、ピリ辛味が苦手な方のために塩昆布を使ったさっぱり味もご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにピリ辛味の材料からご紹介します。材料はこちらです。きゅうり、お醤油、味噌、みりん、お砂糖、お酢、おろし生姜、おろしにんにく、一味唐辛子、唐辛子、白ごま、ごま油。ピリ辛味はこちらの材料で作っていきます。ちょっとね、調味料は多いんですけれども、身近な調味料を使って作っていきます。ピリ辛味ということで、今回は一味唐辛子と唐辛子、この2種類入れていきますが、どちらか片方だけでも大丈夫です。そして味噌に関しましては、合わせ味噌を使っていきます。続いて、塩昆布味の材料をご紹介します。材料はこちらです。きゅうり、塩昆布、鰹節、お砂糖、お酢、おろし生姜、おろしにんにく、ごま油。塩昆布味はこちらの材料で作っていきます。辛いのが苦手な方はぜひこちらを作ってみてください。そしてニンニクと生姜を入れるんですが、こちらはお好みなので、もし苦手な場合だったりとか少し控えたい場合は抜いていただいても大丈夫です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにピリ辛味から作っていきます。最初にですね、つけだれを作っていきます。耐熱のボウルにみりん、そしてお酢、あとはお砂糖を加えます。そしてこれを軽く混ぜましょう。はい。で、軽く混ぜたら、こちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。そしてみりんのアルコールと、あとはお酢のツンとした酸味を取り除きます。はい、加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜて、お砂糖をしっかりと溶かしてください。はい、お砂糖が溶ければ OK です。それでは続いてここにお醤油、そして味噌、おろしにんにく、おろし生姜、こちらを加えて混ぜていきます。はい、OK です。しっかりね、味噌を溶いてください。つけだれはまずここまで準備しておいてください。少しね、今温かい状態なので、しっかり粗熱を取って冷まします。では続いて唐辛子を切っていきます。唐辛子はキッチンバサミで切っていきます。まず半分に切って中にある種を取り出しましょう。あとはこちらを輪切りにしていきます。はい、唐辛子はこのように種を取り除いて輪切りにしてください。こちらもうすでにね、輪切りのものを使っていただいても OK です。それでは続いてきゅうりを切っていきます。まずね、両先端のヘタを切り落としてください。続いてきゅうりを斜めの薄切りにしていきます。厚みだいたい 5mm ぐらいですね。そのぐらいの幅で切っていきましょう。はい、でこのように斜め切りにしたら、あとはね、このように縦に置いて 5mm 幅で切っていきます。はい、OK です。きゅうりはこのように切ってください。それでは残りも同じように切っていきます。きゅうりの準備はこれで OK です。きゅうりはですね、切るとちょっと水分が出てくるので、キッチンペーパーで一度ね、軽く水分を拭き取ってください。はい、きゅうりの準備はこれで OK です。あとはね、もう調味料と和えるだけなのでとても簡単です。調味料と和えるタイミングなんですけれども、調味料と和えるとね、どんどんきゅうりから水分が出てくるので、食べる直前に調味料と和えるようにしてください。では水気を切ったきゅうりをボウルの中に入れます。そしたらここに合わせておいた調味料を回しかけます。そしてここにごま油、一味唐辛子、そして輪切りにした唐辛子、あとは白ごまを加えます。そしてこれをさっと和えましょう。はい、OK です。このように全体によくなじませてください。それでは器に盛りたいと思います。それでは続いて塩昆布味を作っていきます。まずですね、塩昆布味はお酢にお砂糖を溶かしておきましょう。これをよく混ぜます。はい、お砂糖のシャリッという感じがなくなれば OK です。それではこちらも同じようにきゅうりを切っていきます。まずヘタをね、両方切り落として、そして斜め切りにしていきます。はい、であと
とは縦に切っていきましょう。はい、切り終わりました。そしたらこちらも同じようにきゅうりの水分を拭き取ります。はい、きゅうりの準備はこれで OK です。それでは仕上げていきます。ボウルにきゅうりを入れます。そしてここに砂糖を加えたお酢を入れます。そしておろしにんにくとおろし生姜、あとは塩昆布、そして鰹節、あとはごま油を加えます。そしてこちらを和えましょう。塩昆布がしんなりすれば OK です。ではこちらも器に盛りたいと思います。はい、これでピリ辛きゅうりの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらがピリ辛味、そしてこちらが塩昆布味です。どちらもね、しっかりつけだれが馴染んで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではピリ辛味からいただきます。タレがしっかりきゅうりと馴染んですごく美味しいです。そしてシャッキシャキです。味の馴染みがすごくいいですね。美味しい。それでは塩昆布味もいただきます。いただきます。こっちはね、昆布と鰹節の旨味が加わってすごくさっぱりしてます。美味しい。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のピリ辛きゅうりのポイントです。まずきゅうりの切り方に関してなんですけれども、今回は斜め切りにして、その後縦に少し太めの千切りにしました。こうした切り方をしていただくと、きゅうりのシャキシャキっとした食感を楽しめて、かつですね、漬け込まなくてもしっかり味が馴染みます。きゅうりを切った後は少しきゅうりから水分が出てくるので、必ずキッチンペーパーで水分を拭き取ってから和えるようにしてください。そして漬けだれに関してなんですけれども、こちらのピリ辛の方はですね、軽く加熱しているので、しっかりと冷ましてからきゅうりと和えるようにしてください。熱いままきゅうりと絡めてしまうと、きゅうりのシャキシャキっとした食感が軽減してしまいます。そして作ったタレについてなんですけれども、こちらを食べる直前にきゅうりと絡めるようにしてください。というのもですね、タレに絡めるとどんどんね、きゅうりから水分が出てくるので、本当に食べる分だけ作っていただいて、食べる直前に混ぜると水っぽくなく美味しく召し上がっていただけます。今回はピリ辛味と塩昆布味両方作ったんですけれども、どちらも簡単で美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はピリ辛きゅうりを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。